2本のガラスファイバーを1本にする方法は2つあります。癒着接続とメカニカル接続。一方は熱を使い、もう一方は物理的な構造を使います。今日はそれぞれの仕組み、使い分け、現場での実際の数値まで全て解説します。癒着接続の仕組み。癒着接続は永久接続のゴールドスタンダードです。まずストリッピング、ファイバー端末の保護コーティングを除去。次にクリービング、精密クリーバーでファイバーを切断し、完全に平らな単面を作ります。クリービング不良は高損失の最も多い原因です。一度の角度ずれでも 0.1 デシベル以上の損失が発生します。クリービングされた2本のファイバーを癒着接続機にセット。カメラとモーターでコアをミクロン以下の精度で自動整列し、アーク放電で単面を溶かして接続します。良好な癒着接続の損失は 0.02 デシベル以下、信号の 0.5% 未満しか失われません。ほぼ見えない損失です。接続後は熱収縮スリーブで保護し、クロージャー内のスプライストレイに収納します。メカニカル接続の仕組み。メカニカル接続は全く異なるアプローチ。熱も電気も不要です。ファイバー単面のストリッピングとクリービングは同じ。しかし溶かす代わりに2本のファイバーを指ほどの小さなメカニカルスプライスホルダーの両端から挿入します。ホルダー内部では屈折率整合ゲルがファイバー間の隙間を埋めます。このゲルはガラスファイバーと同じ屈折率を持ち、海面での反射と損失を最小化します。ロック機構でファイバーを固定して完了。作業時間は約5分。癒着接続のセットアップ込み10から15分と比べて大幅に短い。メカニカル接続の典型的な損失は 0.1 から 0.5 デシベル。癒着より大幅に高い。ただし高価な機器が不要。癒着接続機が3000から3万ドルするのに対し、メカニカル接続工具はその数分の1のコストです。使い分けの判断基準。どちらをいつ使うか。判断基準は4つ。永続性、損失バジェット、スピード、コストです。癒着接続が適切な場面、損失を最小化すべき幹線、バックボーン回線、20から30年の永続設置が想定される工事、長距離、高帯域など信号バジェットがタイトなシステム、メカニカル接続が適切な場面、完璧さよりスピードが優先される緊急修理、試験、工事中の一時的な接続、癒着接続機の持ち込みが困難なせましょう。遠隔地、災害復旧、日本では屋外、バックボーンインフラで癒着接続が主流。メカニカル接続は屋内端末処理、タッチパネル、緊急現場修理に使われます。数値で比較。数値で並べて比較します。接続損失。癒着は通常 0.02 デシベル以下、メカニカルは 0.1 から 0.5 デシベル。1点の差は小さく見えますが、100点の接続点があるルートでは2デシベル対50デシベルの差になります。正常なシステムと死んだシステムの差です。戻り損失、光源方向への反射も重要。癒着接続はほぼ反射しません。施工不良のメカニカル接続はシステム性能を劣化させる反射を生じます。施工時間、癒着はセットアップと保護込みで10から15分、メカニカルは3から5分。緊急時に10点施工する場合、この差は重要です。機器コスト、中級癒着接続機は5000から1万5000ドル、メカニカル接続工具は500ドル以下。現場のリアル。施工管理者として現場で学んだこと、教科書には書いていないことを話します。第一に、クリービング品質がすべて。高価な癒着接続機を使っても急いでクリービングした技術者が 0.3 デシベルの接続をするのを見てきました。丁寧な技術者は常に 0.05 デシベルを出す。機械がやるのではなく、技術者がやるのです。第2に、ファイバー種別の確認。接続前に必ずファイバー種別を確認。シングルモードとマルチモードの誤接続は時に10デシベル以上の壊滅的損失を生じます。第3に、汚染は見えない敵。クリービングされた単面への指紋一つで 0.5 デシベル以上の損失が出ます。毎回、すべてを清掃する。第4に、すべてを記録する。全接続点、損失値、位置情報。丁寧な接続記録は数年後に障害が発生した時に膨大な時間を節約します。癒着かメカニカルか、どちらが絶対的に優れているわけではありません。状況、損失バジェット、使用可能な機器によって正しい選択は変わります。共通しているのは、どちらもクリーンな単面、丁寧な技術、適切な記録が必要。急ぐと不良接続が生まれ、
不良接続は数年後に問題を引き起こします。 OTDR テスト、施工管理、光ファイバー工事の全工程に興味がある方はチャンネル登録と過去の動画をチェック。ご視聴ありがとうございました。次の現場でお会いしましょう。あなたの家やオフィスに届くインターネット、その回線を地下や電柱でつないでいる工事、実際にどんな作業か見たことありますか？こんにちは。ファイバーオプティックジャパンへようこそ。このチャンネルは光ファイバー工事の現場で働くプロフェッショナルたちの技術と知識を業界の外の方にも分かりやすく届けることを目的としています。取り扱うテーマは主に光ファイバーの種類と仕組み、癒着接続、コネクタ端末処理などの現場作業、 OTDR や光パワーメーターを使った測定、試験、工事の流れ、設計の考え方、業界の最新動向、現場のリアルにこだわった動画を定期的に投稿します。光通信に携わる技術者の方も、これから業界を目指す方も、工事って実際何してるのをと気になった方も、ぜひチャンネル登録して一緒に光ファイバーの世界を深掘りしましょう。質問、リクエストはコメント欄でお気軽にどうぞ。